自分がやってきたものを全てを出さんと負けるって思ったんですよ。ただただスケールに圧倒されましたね。アッキーも言ってるけど、はい、ネルソンも言ってるけど、中国でストリートダンスオブチャイナってやってるやん。今までね、一番自分がクレイジーになった相手って誰なの？2015年のサマーダンスフォーエバー決勝のネルソンですね。あいつめちゃめちゃやばいじゃないですか。めちゃくちゃやばい。その前の準決勝のグリーンテックで1個タガが外れたんですよ。でそのまま決勝でネルソンやった時にやばいと思ったんですよ。これは今まで自分がやってきたものを全てを出さんと負けるって思ったんですよ。それがさっき言ったなんかその場でアップグレードしていく感覚がものすごいこう自分の中で感じたバトルでめちゃめちゃワクワクしてると思います。なんか自分の可能性をなんか2015年ってちょうど僕2014年にサニュートができてからスタジオオーナーとして生涯を過ごしていくんやろうなってちょっと思ってた時で、サマーダンスフォーエバーってジャッジが最終的にバトルするシステムじゃないですか。だからそこでああやって自分はまだまだいけるやって思わせてくれたんがその2015年のサマーダンスフォーエバー。なんか原田さんは昔からなんか縁があるというか、ダンスディライトマガジンの100号記念イベント100号記念イベントか、をマザーホールでやって、そうですそうです。でその時に出演者も観客のみんなも抽選、でその時多分お客さんが2000人ぐらい入ってて、10人ぐらい呼ばれて、僕呼ばれたんですよ。でさらにそっからブラックボックスの中で手入れてくじを引く、でその中で特賞みたいなのがあって、その特賞がバトル・オブ・ザ・イヤーツアー参加券があって、グッチョン当てろよみたいな、いや当たれ当たれみたいなでパッて見たらうおーってなんか MC の人が言ってみたら、それがボティツアーに参加する券みたいな、うわーってなって、で後で電話がかかってきて、当たりましたけど本当に行きますかってやって聞かれて行きますよもちろんっていうことで、そのツアーに同行させてもらって、でモーコンがボティジャパンチャンピオンになって初めて海外行くっていう、その時に行ってん。もうだからもうその時のモーコン、初めて喋るじゃないですか。龍馬が原田さんに対する口の悪さに僕はドキドキしてました。初の海外から若干浮かれてる部分はあったんですよね。もう龍馬なんか浮かれまくってましたよね。フランス代表ポケモンやったんですけど、グッチョン「原さんあれ大丈夫なんですか?」みたいなね、逆に気使うてたもん。いやほんまにほんまにもう何を言うねんこいつみたいな。グッチョンその時何歳だったの？24です。24か。龍馬は17か18かそんな年やわな。いやーすごい歴史がありますよね。そんな猛攻今年で5度目。そうそうそう、5度目の優勝やね。僕映像見させてもらったんですよ。猛攻のショー見て、めちゃめちゃやばかった。使ってる音源全然ねそう違うし、あれおもろかったわ。ピューポンとあれはちょっと新しかったですね。で初めてそれドイツ行って、ボティの会場見てどうやったの？めちゃめちゃ人多いし、こんなことが世界では行われてるのかなっていう、ただただスケールに圧倒されましたね。フォルクスワーゲンホールやね。何人入るんですかね？あっこ8000人ぐらい。8000人か。でもそれがもうほんまにパンパンぐらいになって、僕もやっぱ DJ タイムとかフロア踊りたいから踊ってたもんね。でそこで吉江さんとか持って、で僕はなんか無謀にもロッキンでバトルをするっていう。なんで吉江おった？あの時のことは記憶力の悪い私が鮮明に覚えている感じですね。ドイツのファンキンスタイルで行った時にバトルオブザイヤーを見に行きました。その時にフロアでグッチョンが目の前にいてみたいな、その時の認識はポップのすごい人だという認識だったから、ロッキンバリバリ踊ってきたからもうめちゃめちゃびっくりしたのを覚えてます。でモーコン負けて、
でも次の日にネクストジェネレーションショーケースみたいなのがあって、そこに一緒に行ってんな。そうです、一緒に行ってもう優勝しましたよね。モーコンはバトルで優勝してん。優勝してなんかいきなりグッチョンショーできるって言ってるけどするって言われて、そうやなえマジっすか、えそれやったらやりたいですって言って急遽ソロショーをさせてもらそうやうっていう。ね。でも初めて行ったドイツでようやったよな。グッチョンマジでって俺思ったもんいや僕はもうなんか光栄なことでしか、いやすごいよ。見る側だけじゃないですか、やっぱり僕もダンサーなんで、出れる側に回れたのは、本当にいい経験させてもらったなって、僕はその時なぜか税金のことめっちゃ気になってて、もうグッチョンがめちゃくちゃ面白いんが、レストラン行ったりコンビニ行って何か買うたんびに「あなたさんこれ内税ですか外税ですか?」え多分内税やけど何パーぐらいですか何パーまでは知らんけど内税やで、そうです、なんかもうこの表示価格以上に取られへんやろって言って「はあ内税ですよね」それ今聞いて何になんの。いやなんかその海外、ヨーロッパってなんかめっちゃ税金高いとか、そうやな、そういうイメージがあって、お金のそのシステムってどうなってんのかな、みたいな、やっぱ全然わからんから興味あるというか、知りたかったんですよね、でそれでなんか聞いてたら日本帰ってからもなんか当分やってたんか、やってたらうんすすごごいい内税やでってそうそうそうこれうちでらしいいい思い出ですね。でもほんまに急接近したよね。そうですね、やっぱり一緒に旅をしたらね、は翌年にヒルティ&クルスコで行ってるやん、バトルオブザイヤーの次はメインステージで踊ってんねんから、い、なんかこれはすごいよね、出世具合がラッキーでしたね。ラッキーね。グッチョン持ってるよほんまに。なんか抽選で当ててからの流れが一回ねその会場僕見てるんで、やっぱイメージするじゃないですか、あそこで踊るっていうのを。だからめちゃめちゃ気合入りましたね、今でも言われます。あの時のショー見たよとか、ずっと見てましたとか、なんかそれぐらい僕らにとってもあのキルティとクロスコのショーは思い出深いショーですね。でもあれで踊ったことによって結構海外からオファーとか来たんじゃない？ああそうですね、まあキルティのあそこは行きましたかね、やっぱり、まあ、僕ら言うても内税なんで、いやいや外税や外税、いやキルティは外税やけど僕らはちょっと内税のタイプやったんでなるほど。あの2年間、2004年2005年っていうのはめちゃくちゃでかかったですね、アッキーも言ってるけど、まあ、ネルソンも言ってるけど、中国でストリートダンス・オブ・チャイナってやってるやん、あれの辺はどういうふうに思って？いやもうダンサー冥利に尽きるなって、ああやってテレビで取り上げてくれて、ほんでシチュエーションとか踊りとかを表現させてくれるっていうのは素晴らしいことやなって思いますね。いやあの番組いいのはもう結構ちゃんと全身で抑えてくれてるのね、なんか顔だけとかじゃなくてちゃんとダンスを見せようとしてる。でそれに対してこう裏話とかいろんなストーリーとかブワーってものすごくひっついてくるんだけど、ダンスシーンはすごくもうちゃんとダンスを映してるっていうところがこれ素晴らしいなと思うね。OG とかもやっぱ出てくるじゃないですか、マッキーさんとかやってもそうじゃないですか、なんかそういうところがすごくリスペクトがあるなって。いやすごいリスペクトある。もうすごいもん上げ方が。ああ上げ方が実際アッキーもめちゃくちゃ中国で人気になってるって聞いたし、それはもうねめちゃめちゃ素晴らしいことですよね、僕も実は誘いがあったんですけど、僕の場合はスタジオもあって、やっぱ数ヶ月空けるっていうのはちょっと判断難しかったんですよね、最後までいったら半年とかね、そうなんですよ。いかんとあかんっていうそれをできる立場じゃないなっていうので、まあでもそんなんがなかったらもう行ってたと思いますよ、トップダンサーが一堂に会して、そうです、天下一武道会みたいなね、なんか感じやん。長年ダンスを踊ってきて未来これからダンスシーンどうなっていくと思う？やっぱこのコロナ禍になってから映像越しでやり取りするっていうのが増えて、もちろん現場が一番なんですけど、ライブ配信とかもやるじゃないですか、これは絶対続いていくべきやなと思うんですよね、情報が
触れるタイミングがあればあるほど、ストリートダンスの素晴らしさっていうのは伝わっていくと思うんで、オンライン配信の方にもうちょっとこうクオリティを上げて、バーチャルでももっとこう体験できるような世の中になっていけば、またこう変わっていくかなとは思いますね。音楽とダンスが身近にある、昔だったらほんまにねダンスやってるって言ったらもう何それみたいな、でもそれがダンスっていうのはみんなが知ってて、で音楽かかったらみんながちょっとこういうふうに、おじいちゃんおばあちゃんもなんかこうなるみたいな、そんな時代になっていってほしいですね。ああいうの将来の夢とか目標っていうの？踊り続けるっていうのが目標です、もういくつになっても。いくつになっても、でもそれはその時の踊りをしたいですね、今の感じで踊っていくんじゃなくて、その時の自分の体、自分の好きな、僕が大事にしてるのは流行りなんですよ。世の中の流行りではなくて、マイブーム。なるほど。自分の流行りを大事にしてて、自分の中でマイブームやから一番フレッシュじゃないですか、音楽とかも好きな曲とかめっちゃヘビーローテーションで何回も聴くタイプで、だからその時に興味があったものとか、その時にやりたいことを素直に自然にできるようなスタンスでずっと踊り続けたいなって思いますね。なるほど。はい。今日はね、もう長い時間ありがとう。いやいや、こちらこそもうグッチョンらい。しいね、もういろんないい話聞けたわ。いや、僕も原田さんとこういう話ができて、でこう原田の部屋みたいな、ね、もう言うたらそうそうたるメンツが出てるんで。いやいや、もうなんかそうそうたるメンツやん。そうそうたるメンツですか。さすがグッチョン。いやいやいや、もうほんまにありがとうね。いや、こちらこそめちゃくちゃ楽しかった。これからもね、よろしく、はい、お願いします。はい。マシンの部屋第5回、今回のゲストはマイカです。ウィーンガシャ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 マイカです。これはグッチョンやん。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。マイカダンスチャンネルもやってます。ぜひ登録してください。